おはようございます。ゴールデンウィークの5連休初日、高尾山に向かっています。高尾山は東京西部にある標高599メートルの小さな山です。子供からシニアまでデニムとスニーカーでも気軽に登れる自然あふれる大人気の山。我が家では毎年この時期に登っています。高尾山に登るのがどのくらいしんどくなったのか、それを確かめるための年に一度の体力テストの意味合いですかね。見どころがたくさんある高尾山、都心方面が一望できる展望台、魅力的なおやつ、天狗のいるパワースポット薬王院、頂上から富士山は見えるでしょうか。50代も後半に入った今年の登山はいかに？自らの体で確かめてきます。京王線の高尾山口駅に着きました。登山口のすぐ近くまで鉄道が通っていて、車がいらないアクセスの良さも人気の一つだと思います。リフトやケーブルカーで山の中腹まで行く人はあちら、自力で登る人はこちら。当然うちはこちらから入山します。でないと体力テストではないですからね。本日も1号路から元気に登っていきます。最初はなだらかな道が続く1号路ですが、だんだんと坂の傾斜が大きくなっていきます。はじめは調子よく歩いていますが、すでに息が荒い。15分くらい歩くと折り返し地点に着くはず。まずはそこを目標に進んでいきます。折り返してまた登っていきます。ここからまた傾斜がきつくなり、山道感あふれるルートに入ります。毎年のことなのですが、この辺りでどうして高尾山に登ろうなんて思ったんだろうと思います。しんどいの分かってて登る。何やってるんだろうな。ここで分岐点に出ます。一つは階段を登っていき、都心方面が一望できるコンピラ台。もう一つは同じ舗装路を行く道です。昨年は舗装路を行ったので、今年はコンピラ台経由で進むことにしました。階段が整備されているので、割と登りやすいです。お天気がいいので、都心方面がよく見えます。少し休んで息を整えました。
進んでいくと、杉苗奉納の碑が並ぶところを通ります。杉花粉症に悩まされる身には複雑ですが、山にとっては大切なシンボルなのですね。まだまだ登りは続きます。途中暑くなり、パーカーを脱いで半袖 T シャツになりました。もう少しするとリフトの駅が見えてくるはず。見えました。ここまで来ればアップダウンも少なくなり、あとはお散歩気分です。展望台がある建物に着きました。私が勝手に高尾山ヒルズと呼んでいる場所です。眺めも素晴らしいですね。ビアガーデンなどもあり人気の場所ですが、ここで一つ目のご褒美行きたいと思います。早すぎてお店が開いてなかったです。今9時24分。ここで30分は待てないな。豆が大きくホクホクのあんこが楽しみでしたが、天狗焼きは帰りにしようと再び歩き始めました。ここから高尾山の見どころが続きます。まず茶店を過ぎると現れるのが猿園です。いつも入ってみたいと思いながらまだ入ったことはありません。そして今回も見送りました。次に見えてくるのがタコ杉です。根元がタコの足のように曲がりくねった大きな杉。開運のご利益があるので触りたいところですが、木に良くないので代わりにこちらを。上神門に着きました。ここから薬王院の境内に入ります。赤い灯籠が続きます。神聖な場所に入って背筋が伸びますね。そしてたどり着いたのはまたしても分岐点。向かって左が男坂、右が女坂。右の方がなだらかな坂道なのですが、今日はこっちですね。急な階段の男坂から行きます。108段の階段です。振り返ってみると結構登ってきました。これでもまだ半分、まだまだ登ります。参道は続きます。茶店を通り過ぎ、しばらく歩くと薬王院に着きました。山門を抜けると天狗様がお迎えしてくれます。この階段を上がると本堂があります。登りますね。私偉いな。私が必ず寄るのが本堂の隣にひっそりと立つこちらのお堂。ボケ封じと
縁結びが同居する不思議なお堂です。こちらのご利益はすごいです。本当にすごいのです。かつて縁遠かった私はここで結婚したばかりの友達にお守りを買ってもらったことがあります。その2週間後に夫と出会いました。その後も次々と良いお話を聞くほど絶大なパワー。毎回お礼参りをしています。頂上に向かってまだまだ登ります。軽いアップダウンを経て、頂上に着きました。富士山、きれいに見えてますね。少し座って休憩した後、あっさり下り始めました。帰りも薬王院を通って帰ります。ここまで来ると気持ちはもうご褒美のおやつに一直線です。噛むほどに甘みが増す美味しいお団子。夫とシェアして食べました。どうしよう、このままさっきの天狗焼きに行こうか。と思ったら、なんと天狗焼きではなくホットドッグを買ってしまいました。甘いお団子を食べたら、なんだかしょっぱいものが欲しくなってしまって、ここの展望台、初めて上がりましたが、上はこんな風になっているのですね。ビュッフェやバーベキューもあり、見晴らしの良い席もあり、季節のいい時は気持ちいいですね。汗をかいたせいか、塩気が美味しかったです。パンがもちもちして、ソーセージとよく合ってます。天狗焼きも混んではいなかったのですが、次回の楽しみにしたいと思います。さあ、あとは一直線に下るだけです。どんどん行っているように見えますが、膝をかばうため、かなり慎重に歩いています。無事に降りてきました。よかった。今年も頑張りました。それでは、ご褒美の仕上げに行きたいと思います。4年前に見つけてから毎回寄っているカフェです。ケーキの美味しさに感動し、それ以来必ずご褒美に寄るのです。大好きなカフェで登山成功を祝いながら、今年も頑張ったね。私たち偉かったね。と自分たちを褒めました。今年の体力テスト、なんとか合格できました。上り坂のしんどさは相変わらずでしたが、今回は撮影のためちょこちょこ休んでいたので、
体へのダメージはそこまででもなかったような気がします。見ていただきありがとうございます。酒なし、車なしの50代が無理せず行ける旅行やお出かけをゆるく発信しています。旅行はしたいけど頑張りすぎないペースで行きたいなという方にゆったり楽しめる旅のヒントをお届けできたらと思います。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録して一緒にゆる旅を楽しんでいただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。